学年に2、3人しかいないんですよ、毎年。すごいね、それ。全然違うね。カニです。こんにちは。気づかないわ、これ別のインス。タンスでさっき見たわ。はい。ヨナちゃんの勝ち。仲間だ、仲間。ヨナちゃん仲間だ。はい。皆さん、こんにちは。ジローです。本日も VR チャットで日本語を学んでいきましょう。よろしくお願いします。もうね、他の人と日本語で喋り終わった後なんですが、この動画を撮ってます。それでは、会話に行ってみましょう。あんま人いないですね、ここ。ここにないですね。重すぎて移動してきました。重すぎ、PC の性能良くなくて。重すぎて。別のとこ行ってたら、うん重くて、50人いて、重かったんで移動しました。あー、なるほど。どこ行ったんですか？このワールドいたんですか？このワールドの別のとこっすね。あコピ横の別のとこです。ー、場所によって違いますよね。コピ横、場所によってめっちゃ人多いんでね。ですよね。夏休みですか？夏休みです。お、夏休み。VR チャットし放題。でね、し放題ではない。し放題ではない。し放題ではない。全然。めちゃめちゃ今、忙しい合間を縫ってきてるっていう感じ。いや、めっちゃ忙しくはないけど、塾とかがあるから、なんとも言えないぐらいです。お、塾。ごめん。ちょっとごめん。一つ言わなきゃいけないことがあって。聞こえてる？はい。今、日本語学習者の外国人のための YouTube を録画してて、声とかアバターとか映りたくなかったら言ってほしい。大丈夫です。大丈夫ですか？あざっす。はい。塾。あれ、じゃあ、若い、結構。若いっていうか、僕が年取ってるだけか。高校2年生です。ちょっと未成年か。未成年、未成年かとか言って。いや、声が若いなと思ったんだよな。声は若いってね、よく言われるんですけど、声若いっていう人はね、結構な割合で僕のこと男性だと思ってます。いや、女性だと思った。そう女性だと思ったって言ってくれる人もいるんですけど、男性だと思ったっていう人が結構多くて。そうなの。多分それさ、アバターじゃない？そうなんですよ。アバターじゃない？いや、アバターじゃなくて、うん VR チャット来てからむしろ女の子だって思われることが多くて。普通に声だけの時そういうことか。が一番多い。現実世界で、いや、で、別系とかやってて、VC つけた時に、男子だと思われる率がすごく高くて。そういうことか。それ、そうですね。嬉しくない？別にどっちでもない。どっちでもいいかなって思ってるんで。そうなの？じゃあ塾ってことあれか、大学受験用の塾ってこと？それとも、なんか別の。大学受験と学校の授業のあれですね。そっか。学校の授業の、歩行っていうかな。復習とかなるほどね。こっちの方いいかね。まあ。大丈夫？てか、時間 OK です大丈夫？なんか、時間っていうか、大丈夫普通にですよ。ただただ今日はね、だらだら喋るだけなんだけど。今日はあれなんで。今日は特にないんで。特にない。いや、夏休み今日は塾終わって帰ってきたとこなんで。なるほどね。これどうやって座るんだっけ？ C だっけな？デスクトップだと。いいですね。OK。塾終わったのも終わりました、今日は。最高じゃん。最高なのかな？午後、めっちゃ、そういう日の午後めっちゃ気分良くない？いや、気分いいですね。気分いいよね。じゃあ、夏期講習とか？夏期講習中ですね、今。じゃあ毎日行ってるってこと？塾に。いや、夏期講習なんですけど、まだ受験期じゃないからね。まだ高2だもんね、でもね。高2なんで、まだ言うて授業のあれ、プラスで一応英語も進めながらって感じそっで。か、英語もあるのか。なるほどね。受験が英語と国語なんで、私立行きたいんで。なるほど。
本当は AO で行くつもりなんで、うん勉強しなくてもいいんですけど、落ちた時にねって感じです。なるほどね。いや、僕さ、大ね学行ったんだけど、はい。大学受験詳しくないんだよね。で、あなんか訳あっあ、はてい、はい。訳あって。AO ってさ、いつぐらい、AO 入試ってさ、いつぐらいに受けていつぐらいに結果わかんの？学校によるか。学校によります。あと学校によるのか。地域にもよります。うーん。関西の方が早いんですよ。関東に比べて。あー、なるほどね。今はいはさ、い。じゃあで、関西に住んでる？はい。今関西ですね。おお。東京来たりすんの？考えてる？昔東京住んでましたよ。あ、そうなの？なんで？はい。普通に転勤とか転校で引っ越したの？健康ですね。お父さんの仕事のうん。関係で。あ、僕もね、あれですね。親転勤族だった。あれなんで、生まれがまず台湾なんで、マジ？特殊なんですよね、結構。台湾でさ、いつまでいたの？はい。小学校2年生に上がるときに日本に来て、だから、え、小1までで。じゃあめちゃくちゃ長くない？ 結構長いですね。7 歳ぐらいじゃん。7歳ぐらいまでってことだよね。そうですね。じゃあ、プラスうん。8ヶ月ぐらいいたんで。じゃあ、だからさ、小学校1年生ぐらいまでだったらさ、バリバリ記憶あるよね。結構、まあありますね。え、ある程度。てかだから今16とか7でしょ？はい。だから人生の半分だよね。そうですね、多分。そんぐらいいますね。じゃあ中国語まだ覚えてる？結構忘れましたけど、まだ話せると思います。大学受験に中国語あればいいのにね。法学部なんてないんですよね。でもあるとこあんの？中国語。どうでしょう。一応、うん。外国語の中うで、ん。あるのはあるかもしれないです。ね。そういうこと？わかんない。あんま聞いたことないわ。あんまないですね。試験としてあるとこは少ないかもしれないですね。なんて言ったらいいんでしょう。外国語検定、いわゆるうん。中国語検定とかうん。英検とか、そう、持ってるとうん。得点になるは結構あったりします。そうなんだ。台湾の、学校によりますけど。なんか、敬語じゃなくていいよ。なんか、敬語で喋りたかったら敬語でもいいし。自由っていうか。はい。え、あの台北台北台北に住んでた？ですよね。え台北ですね。そっから日本来て、東京東京です。で、東京の後大阪。大阪とかわかんないか。関西。その後、一回台湾戻って、今度は京都来ます。やば。京都ですね。京都。いいな、京都。京都に来京都めっました。ちゃ行きたいな。ちょっといいですよ。京都のさ、京都駅の近く。なんかごめん。京都駅しかわかんないんだけど、京都駅の近くが聞きたくなった。市内ではあるんで、そう。近いっちゃ近いけど、みたいな。遠い、近いのか遠くはないけど、近くもないみたいな感遠くじですね。もないけど近くもない。いや、清水寺行きたいんだよな、清水寺。清水寺。清水寺行きたい。行かない？行かないっていうか、よく行くわけじゃないから住んでるから。行かないですね、そんなに。僕、あれなんで、観光地は人が多いだけの、ちょっと行きたくない場所なんで、どちらかというと。それ、地元民からしたら、そういう厄介な場所ってこと？そう、僕、あれなんですよ。学校行くときに、あ四条通りを通るんですよ。四条通りって、いうのが、わかんねえ。まあまあ、まあ、観光、有名な通りなんですけど、で、人が多い。あれですね。そこで、祇園祭りが起きるんですよ。祇園7月祭りのとこだ。になると。祇園祭りやるところなんですよ、あそこら辺って。うん。で、僕行くときそこバスで通るんですよ。はい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 。なんで、迂回して回るんで、めっちゃ遅れるんですよ。で、しかもその期間、ちょうどテスト期間なんですよ、僕のマジ？学校。だから、地獄なんですよ。じゃあ朝めっちゃ早起きするってことじゃいや、なんか、うちの学校ちょっと特殊なんで、あ。午後からの日もあるんで、朝早く起きるときと、普通に昼からゆっくり出る日もあるんでじゃすけど。あ一定じゃないってこと？そうですね。うわ、めんどくさ。一定じゃない。
めんどくさいですよ。しかも試なんか験期間、ね、ちょっと特殊で、うんうん履修登録制なんで、高校ではい。めっちゃなんか面白なんでそう。何その高校。そう、履修登録制なんで、ちょっと特殊なんですよね。なんかさ、普通のなんか、進学校みたいなのではない。なんか一般的な。いや、違いますね。通信ですね。あ、だからか。通信です。でも、試験の時は結構。行かなきゃいけないのか。てか、普通に週3で登校日あります。それ通信なのそれ一応。それ、一応通信なの。通信なんですけど、うん普通に、一応定時上は通信なんですけど、うんうん普通科に近しいですね、結構。あー定時制に近しい、一番多分。それめっちゃいいじゃん。それめっちゃいいな。僕高校だったらそれにしていいかも。高校生だったら。めっちゃよくないだってさ、週5も行くのめんどいじゃん、学校。そう、週5も行くのだるいし、うんしかも、あれなんですよ。うちの学校、不登校だったりの子が多いから、はい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 。なんて言うんでしょうね。自律神経失調とか持ってて、朝起きれない子とか、はい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 。そういうのとか持ってて、朝起きれない子とかがよく来たりするのもあって、1年生の入学の時って、午後からなんですよ、授業は全部。で、はいはいはい途中から午前に変わって、みたいな風になるんですよ。慣れてきた頃に午後から。そう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 。なんですよ。でも誰でも入れんの一応そういう、なんか問題なくても。誰でも入れます。普通に受験ってか、受かれば。そっか。受かんなきゃいけないけど、結構むずい。いや、あれですよ。やることを、なんか体験授業を受けて、それについての、なんか、文章を書くようなものなので。はいはい。じゃあもうザ・テストみたいなのはないってことか。ザ・テストはないですね。めっちゃいいじゃん。それ入学してからあるけど。それみんな知らないでしょ、その学校。結構いる？めっちゃいいじゃん。結構有名かも。有名なんだ。有名になってきたかも。でも有名になるよね、それ。なってきたかも。話聞いてると。珍しいんで。話聞いてるとめっちゃ良さそう。いろんなね、子がいますよ、うちの学校。京都に住んでるってことみんな。別に。京都済みが多い。いや、普通に滋賀とかから来てる人もいますね。大阪とか。でも、滋賀の人ってさ、京都の会社勤めてたりさ、なんか京都の学校通ってる人多いよね。2時間半とかかけて来てる子いますよ。もう通信じゃないだろ、それ。よく来るねって言ってます。なんでそこの学校にしたの？面白そうだから。僕もともと中学の頃不登校だったのもあって。はい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 。そう。じゃあいいじゃん。でも、不登校っていうか、正確に言うと、学校には行ってたんですけど、授業に出てなかったんですよね。ずるとか言ってごめんね。だから、法学校だけ行ったりしてたんですよ。自分が興味あるやつだけ言ってたってこと？いや、授業にほぼ出てなかった。放課後か。放課後ね。放課後とか、あと、保健室に行ったりとかして登校してて。なるほどね。それは何？普通に、授業つまんないからみたいな。学校。もともと、小6の時、かな？小5の途中から僕不登校になったんですよ。はい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 。で、理由が、転校しまくったんですよ。小学校の間に僕、4つの学校渡ってるんですよ。いい。なるほどね。それさ、ごめん。東京、台湾、東京。台湾、東京、台湾、京都です。ごちゃごちゃですよね。旅人じゃん。で、不登校になったのが2回目の台湾の時ですね。台湾で不登校になったんだ。そう、日本人学校に行ってたんですよ、その時。ちなみにさ、1回目の台湾はもう日本人学校行ってた？いや、元気の小学校でした。なるほどね。で、2回目の台湾で初めて日本人学校行ったのか。そうです。で、日本人学校って、転入転校が多くて。まあ確かにね。駐在の人ばっか。みんな気になんないんですよ、入ってきても。だから、向こうから興味を持ってくんないんで、こっちから話しかけないと友達ができないんですけど。転校生の子だってなんないんだ。そう。そうなんですよ。わー、よろしくねー、終わりなんです。でもよろしくねは一応あるっちゃあるけど。よろしくねーぐらいで、
おしまいになっちゃそっうんで。からなんか、一度に2、3人とか一つのクラスに入ってくるんで、夏休み明けとかだと。そっからなんか深い関係になるのちょっとむずいんだ。そう。そうなるほどね。なんですよね。で、しかも、結構高学年になってくると、グループって出来上がってるじゃないですか。わかる。そのさ、小1ぐらいからの仲良しとかだと、そのままね、成長しても仲良しグループだよね。まあ、なかなか小1から小6まで居続ける人いないんですけど。小中一貫なんですよ、日本人学校って。うん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 。でも、小学校1年生から中学校3年生までいるのが、一学年に2、3人しかいないんですよ、毎年。すごいね、それ。全然違うね。だから、そう、いないんですよ。だから、そこは本当に仲良くなるシーンみたいなのがあるんですけど。はいはいはい。そういうのもあって、なんか、うまく人と関われなくて、ちょっと人間と関わるの嫌になっちゃって、不登校になって、ずるずるって引き伸ばしちゃったような感じですね。小学生にして、はいはいはい。そう、人間と関わりたくねえってなって。成長早いな、逆に。で、それが小5か。小5、小6ですね。小5、小6か。小5とか小6。そうか、まだ中学になってないのか。そうか。中学になってないです。で、中学最初の方は頑張って行ってたんですけど。頑張ったんだ。しんどくな、1ヶ月ぐらいちゃんと朝から毎日行ってたんですけど。それは台湾まだ日本。いや、日本に来てます。京都に来てます。京都に来てる。小6の途中で京都来たんで。で、小学校の頃行けてたんですよ。まあなんか午後だけとかでしたけど。一応、台湾にいた時よりかは行けるようになってて。で、そのまま中学上がって頑張ってたんですけど、そのまままた行けなくなっちゃって。で、そのままなんか微妙に授業は出ないでみたいな感じで進んでって。で、なんで、高校どうしようかってなった時に、悩んで、なんか自分にも合ってそうだし、人と関わるのは嫌いじゃないんで、今。なんで、いいかなと思って、今の高校を選んだ感じですね。でもその高校なんか良さそうだよ。なんか別になんか不登校とかじゃなくても行きたい人多そうだよね。なんか週3しか。ね、先生も若い人多いんで。マジでそれいいね。若い人多いです。28とかの先生います。老害教師少なめってことか。少ないですね。そんで、おじいちゃん先生も結構、分かってる先生が多くて。分かってるんだ。分かってくれるんだ。若い気持ちを。そう。なんかね、あれですよ。先生とゲームの話したりとかよくしてます。いいな。担任、履修登録制って言ってたじゃん。はい。一応担任の先生とかいるの？いますね。クラスに分かれてるんで、一応。そうなんだ。そうなんですよね。で、おじいちゃん先生とゲームの話したりするの？いや、若い先生と、若い先生ゲームの話するの。でもそれ、なんか人気出てきそうだな、これから。なんか。多分ね。出るでしょうね。出そう。だって、もう集合行くのだるとか思う人絶対多いじゃん、今の若い人。もうこの情報で多分ね、調べようと思ったら学校調べられるんで、あれなんですけど、そうそう。僕の、その、学校をさらに言うと、大学付属なんですよ。マジ？で、大学が美術系なんですよ。マジで？なんで、その大学に行きたい人も入ってくるんですよ。美術に強い先生がいるんで。じゃあなんかなんかさらに、なんか VR。普通科だけど、美術系に強い先生もいるし、美術に特化した履修科目もあるんで。じゃあさ、もういろいろあって。めっちゃ偏見だけどさ、VR チャットをやってる人でさ、その学校行きたい人多そう。なんかさ、絵描くの好きな人多いじゃん。僕のこと V ちゃんに誘った人もね、あの学校で知り合った子なんで。そうなんだ。そうなんですよ。めっちゃ偏見だけど。そっか。なんか美術系興味あるの？いや、今は特にないですけど、もともと美術系もちょっと考えてましたね。そうだよね。行こうとしてるのが法学部って言ってたもんね。はい。なるほどね。すげえ。じゃあ今、その塾とか、
行ってる以外のその暇な時何してんの？ YouTube とか見たりしてんの？ゲームしてるか、なんか勉強してるか、偉いな。YouTube 見てるかですね。シンプルだ。基本それですね。今の高校生。あとは人と話してるか。ああ、まあ、そう、まあ、そうだよね。まあ、大体人間それで、そうだよね。今の家の過ごし方。そうですね。あと、時々お父さんとか家族と出かけたりとかして。あ、いいな。今実家？まあ、実家か。実家です。そうだよね。京都だもんね。でも、東京の大学入ったら一人暮らしとかなのかな？大学大阪行くつもりなんで、まあ一人暮らしになるんですけど、多分。そっか、大阪でも、まあ、いそうだけどね、大京阪でも都市内。場所が場所なんで、2時間半かかるんですよ。さっきの滋賀の子と同じじゃん。そうですね。さすがに僕そんなに毎日そこまで行く気は起きないんで、一人暮らしかなって。すげえ、でも一人暮らしでもうちの学校優しいんで、うんうん。 9時半からなんですよ、授業。朝の。いや、なんかそれちょっと、まだいい遅めなんですよ。でもそうだよね、なんか、そう普通に大学行く時間で、うんあの時間かかんのか嫌だなと思って。その高校めっちゃいいな。今そういう高校増えてんのかな？いいですよ。新しい？比較的。新しいわけではない？新しめですね。ああ、でもなんか、そういう高校に行く人が増えてくんだろうな。なんかさ、今なんか、今のさ、まあ高校生って僕からしたら若いんだけどさ、今の小学生とかって、学校行く意味あるとか言うらしいんだよね。なんか、その、効率的な考えを持つようになってきてて、若ければ若いほど。僕は行った方がいいと思いますけど。僕行ってなかった人なんであれですけど、行った方がいいと思いますよ。なんで勉強？いや、人間関係。ああ、友達できるからってこと？友達もそうだし、大人と関わる機会もそうだし。ああ、先生とかってことか。結局、社会に出た時に、多分、人と関わることって絶対必要になるし、まあ確かに。言われたことを言われた通りできる能力って必要になるから、それを養うのって学校じゃないかなって思うんで、行った方がいいとは思う。おもろ。ただ、無理してまで行かなくてもいいとは思います。あ、そうだ、そういうことか。無理してまで行けなくていいけど、まあ、無理しないんだったら行った方がいいよっていう。なんかただめんどくさいとか。ちょっとめんどくさいぐらいなら行かなくていいと思う。ただ、追い詰められてしんどくなって、自分責めたりとかしちゃうレベルまで行くなら、行かなくていいと思いますね。メンタル病んじゃうとかじゃなくて。ちょっとめんどくさいぐらいなら行った方がいい。こんにちは。すいません。とは思います。こんにちは。こんにちは。ちょっと VR の充電なくなりそうなんで、一旦普通にデスクトップに移ります、ね。はい。で、それ一回落ちるの？それともなんかさ、シームレスにいけるの？いや、一回落ちます、ね。どうぞどうぞ。はい。失礼します。こんにちは。こんにちは。めっちゃ、すみません。はい。いや、ちょっと一つ言わなきゃいけないことがあるんですよ、僕から。はい。今買ったばっかりの人間に？はい、もう突然なんですが。はい。今、日本語学習者向けの YouTube 動画を録画してるので、声が映りたくないとか、アバター映りたくないとかあったら言ってほしくて、名前は映してないです。で、さっきの喋ってた人もなんかいいですよって言ってくれたので、はい。全然いいですけど、日本語話者っていうのは外国人向けってこと？そうです、そうです、そうです。外国人向けなんで、日本人で見てる人はいないんですけど。YouTube で上げてる感じですか、チャンネルは？そうです、そうです。いいですね。なんか、二郎さんは、なんか教師とかやられてるんですか？いや、僕、日本語教師って資格あるんですけど、僕資格持ってないです。ないけど、YouTube 向けでそうです、そうです。配信と。ただの日本人です。本当に、そこら中にいる。なるほど。1億2000万人いる。いいですね、いいですね。はい。はい。1億2000万人いる。私もはいはい。どうぞ、すみません。いや、私もごめんなさいね。はい。VR チャット始めて今2ヶ月目なんですけど、はい。外国人の友達、とりあえず20人くらいフレンドできてて、はい。で、ちょっと外国の勉強、はい。英語はちょっと勉強し直したいなっていうのと、はい。
ハングル、まだ IA を持って書けないけど、ちょっと頑張ってるんですよね。お、いいですね。はい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 。っていう感じなんで結構共感できますね。僕も、なんかこの YouTube にアップするのと同時に、この VR チャットやってる理由が、英語を、勉強するためっていうのもあるんですよ。はい。なんか似てますね。いや、結構日本の、うん。カリキュラムっていうんですかね。うん。英語の勉強の仕方っうん。て、リスニングとワードを覚えるうん。だからなんだろう。ライトとかなのかな、うん。とりあえずスピーキングがないっていうのが言いたいんですけど、はいってはいはいはい。いうのがあったかうん。ら、全然成長しないのは自分というか、まあ日本人みんなわかってるっていうところはい。で、自分全然まだ多分 A2 レベル、うん。単語と簡単な文法しかできない。だからまあ5歳から7歳うん。レベルですけうど、ん。まあお話しできるように違うな。通じるっていうのが嬉しいし、うん。あと単純に日本語知ってる人たちたくさんいうん。て、あれですよね。嬉しいですよね。単純に会話できるのって。そう、なんか日って思いません？ 本人が多いワールドに入ってくる外国の方って結構日本に興味あるし、それこそ言語交換しようとしてる人が多いから、言語交換めっちゃ直訳すぎる。うん。ランゲージエクスチェンジ。そうね。そうそうそう。えあと、会話自体はちょっとうまくいかなかったけど、うん。トーリー広島って言ってくれる方とか、ソーリー広島。あなるほどと、ね。えはい。おもろ。あと単純にうん。侍になりたいって言ってる人とかいてあ、本なんで当に。侍になりたいのって言ったら、うん。日本守りたい。日本守りたい。えじゃあ、似た者同士で、ちょっと、どっちが年上かわかんないけはい。ど、タメ口で話そうよ。タメ口。タメ口は、いや、全然いいですけど。こっち、ちょ、時間大丈夫？なんか、こうやってなんか座ってる感じで。ああ、もう全然全然。私、ホリデー。10日間くらいお休みなんで。お、いいじゃないですか。いいじゃないですかとかでめっちゃ敬語で話して。いやいや、私もそういう佐賀なんで全然大丈夫ですよ。いや、マジどうか。もどうも、戻りましあ、た。あ、おはーい。久しぶり。久しぶり。いや、5分程度だよ。久しぶり。身長伸びた、ちょっと、この5分間の。ああ、そう、高校生だからね、どうだろう。成長盛り。成長、成長盛りにも程がありますよね。成長盛りほどが。多分人間じゃないね、それ。なんか今、お二人は、うん。うん。今日はあった。てかさっき30分前ぐらいにあった。あ、やっぱりそうでうん。すよね。うん。どっちもニはい。ューユーザーだし。あ、そうなの？ニューユーザーなの君？僕ニューユーザーですよ、僕。今録画してるからさ、名前をさ、表示してないんだよ。一応、念のため。はいはい。あ、そうなんだ。ニューユーザーなんだ。じゃあ、ここみんな、めっちゃ初心者だね、この3人。私はあれ2ヶいや、月くらいやってますよ。じゃあ、モードで。2ヶ月、わかんないけど、いや、ごめん。なんでもないわ。ちょっと、めっちゃ初心者じゃないとか言っちゃった。ごめん。いや、僕も2ヶ月くらいやってんだけど。でもさ、大丈夫です。多分、歴で言うと一番長いけど、ただ触ってないだけの人なんて僕。だって そうそう VR そう。勢だもんね。もう自己紹介そうだ。ヘッドセット持ってんだもんね。ヘッドセットは、姉の借りてますね。あ、でも、兄弟の借りてます。でも姉持ってるんだ。いや、いいな。ヘッドセットつけたいな。ピコウルトラですね。ちょっと、やばい。ちょっと、ごめん。名前表示してないんだけど、ネットに公開されていい呼び方何？あ、二人の。ヨナで大丈夫ですよ。何？うん、全然そのまんまでいいんじゃ普通にこのないですかね。まんまで大ごめん。丈夫ですよ。ヨナでも。ヨナち英語でも。ゃん、ヨナちゃんと、ちょっとごめんなさい。配信者モードっていうのを使ってる感じですか？そうそうそう。名前出さないようにしてんだよね。はい。名前どう何？いう、あれ見え方なのかなって。そうそう。だから、今自分も見えてないのか。そう、名前映ってないんだよ、みんなの。なるほど、なるほど。名前、フロストって名前でフロストさん。活動してまあ、す。おはようございます。なんか、ヨナちゃんは台湾に人生の半分住んでて中国語喋れるらしいっていう、すごいなっていう話をしてた。おー、中国語。そう。すごい一部だけ取り上げた。いやいやいや、絶対メインそこじゃなかった気がするけど。いや、メイン、まあ、そうですね。いや、メインなんかもおもろ、さっき学校の話とかね。じゃメインもおもろかったんだけど、なんか、言語学習目的でフロストさんが、なんか VR チャットやってるって言ってたから、そっちを取り上げてみた。おー。あ、そうなんです。そう。え
韓国語と英語。中国語一応喋れますよ。何喋れる？ちょっとですけど。中国語一応ちょっとですけど喋れますよ。めっちゃ羨ましいわ。マジで。中国語とか。英語どんくらい？英語は微妙ですね。微妙。もう忘れちゃった。日常会話ぐらい。昔アムスク通ってた時期があるんで、喋れたんですけど、ちょっともう覚えてないです。アムスクって何？アメリカンスクールです。台湾の、ごめん、台湾に住んでたって。そう、台湾のアメリカンスクールです。そっか。じゃあでも思い出すでしょ多分なんかちょっと、3日間ぐらい英語漬けになったら多分わかんないけど。どうなんでしょうね。やってたの幼稚の頃ですからね。なるほどね。なるほど。じゃあ発音はいい感じだよね。多分だけど。発音は中国語なまりが多分正解ですね。僕の英語は多分。特殊すぎるだろ。すごく中国語。日本人の中国語なまりの英語ってことでしょ？英語ですね。純日本人ヨナちゃん。純日本人です。純日本人か。なるほどね。両親ともに完璧な日本人ってことか。中国絡みあるよね。フロスタさんは韓国語はなんで K-POP 好きだから？いや、全然。単純に韓国人の友達数人いるだけっていう理由ですね。そういうことか。韓国語いいよな。韓国語も喋れるようになりたいわ。単純に、あと、あいうえおが比較的簡単ってそう。聞いたんで、組み合わせなんで。そうよ。音が近いですね。そう、僕もさ、ハングル読めるんだけど、意味がわかんない。その文章の。なるほど。読めるだけ。読めるだけ。読めるだけ。あと、とりあえずレベル1はクリアしてる感じです。そう、もう最初のステップはクリアしてるかもしれないけど、K-POP めっちゃ好きなんだよね。もう10年ぐらい好きで。はいはい。で、だからさ、なんか推しが言ってるさ、言葉分かりたいじゃん。わかります。そう。で、なんか、ハングルだけ読めるようになって、歌詞とかはちょっと読めるけど、何言ってるか分かんないっていう、まだね。そう。意味も、これから。でもなんかさ、友達の女の子とかも、本当な、僕より韓国ハマり始めたの遅いのに、喋れるようになったりしてんのよ。めっちゃ羨ましいなと思って。いますよね。いるよね。あれすごくない？マジですごいなと思って。僕、言語ですごいなって思った方は、ネットで会った方で、なんか、ゲームしてて話聞いていくと、めっちゃ最初、日本人の女性だと思ってたんですよ。でも話聞いてると、アメリカ人の男性だったんですよね。何も合ってないなって思ったんですけど。マジ？ボイスチェンジャーとか使ってないの？全然使ってないです。嘘でしょ？男性って言われたら男性の声だなみたいな、なんかちょっと中性的な声だったんですよ。なるほどね。で、しかも、母国語じゃないのもあったから、日本語になると人間って発音の関係上声が高くなるじゃないですか。その影響もあってめっちゃ女性だと思ってたらめっちゃ男性で、あれみたいな。言語違うからイントネーション変わっちゃったんだ。そのまま。なんか、あれで、しかも、言葉遣いが丁寧で、私って言うから、めっちゃ女性だと思ってて、めっちゃ男性でしたね。ちなみにさ、日本語厄介ですもんね。ヨナちゃんにちょっと失礼なんだけど、はい。フロストさんさ、ヨナちゃんの性別なんだと思う？っていう質問された男？普通に女の子です。普通に女の子です。ですよね。じゃあもう、だよね。女の子だよね、最初から。全然女の子だと思う。だよね、女の子だと思うよね。最初聞いた時も。ね。そう、なんか男の。そう、V ちゃん。V ちゃん始めてから、あんまり男性だと間違えられること減ったんですけど。昔はもっと。バロラントとか別のゲームやってた時が、めっちゃ VC つけると、小学生男子だったり、中学生男子だと思われてましたね。小学生男子。とりあえず多分、ショタだと思われてましたね。かっこいい系だもんな。なんかね、
ずっとそう思われてました。なんかあれじゃない？バロラントやる人、男性比率高めなんじゃない？それはそうだと思います。ああ。だよね、多分ね。もうアバターがかっこいい系だもん。そうだね。確かに。かっこいいよね、これ。アバターはね、もう一個買ってるんですけうん。ど、なんかうまくビルドできてなくて。そうなの？そう、だから今これしかないんですよ。め、これとカニしかいないんですよ、僕のアバター。カニあるんだ。カニ。カニです。こんにちは。気づかないわ、これ。別のインスタンスでさっき見たわ。さこんにちこんは。にちは。配信者モードだと、マジで気づかない、これ。名前が出てないから。ああ、そっかそっか。名前ないから。こんにちは。カニの置物だと思う。こんにちは。中国人の方かな。かわいい。中国語ってさ、マジで本当に話せる気がしないっていうか、なんかもうね、入ってこない。なんか今、日本語と、一応英語喋れるんだけど、はいはい。英語もなんか割と、なんて言うんだろうな、感覚で覚えたみたいな。だからさ、そっから先入ってこないんだよね。もう二言語でいっぱいいっぱいっていうか、中国語はさ、文法の順番から違うじゃん、全部。文法の順番から、どちらかというと英語に近いですね。そうなんだ。日本語と英語だったら英語の方が近いですね。発音も難しそうだし。で、韓国語がさ、韓国人がさ、歴史的にハングルを使い始めたじゃん。500年ぐらい前に。で、全然知らない。そのまま漢字使ってくれればよかったのにっていう。だってさ、わかんないじゃん、ハングル見ても意味が。はいはい。そうです。漢字見たらさ、意味なんとなくわかるじゃん。しかも文法の順番が近いし、日本と。でもあれなんですよね。独特で、また、なんか、ちょっと意味が違ったりとかね、ちょくちょくあるんで、ややこしいっちゃややこしいですけど。韓国語？いや、中国語ですね。中国語？漢字の、日本語の意味と、あれの意味が違うとか。それあるね。結構あるね。じゃあさ、はいはい。台湾、あれ、繁体字と簡体字って台湾どっちだっけ？なんか簡体字ですね。簡体、そうだ。あれさ、漢字はわかるんだけど、どっちが漢って呼ぶか、どっちが繁って呼ぶかわからなくなるよね。僕もね、呼び方はちょくちょく忘れてます。トラディショナルって覚えてる。シンプリファイドとトラディショナル。じゃあ、どっちかっていうとさ、台湾が簡体字だっけ？台湾が難しい方、簡体字かな多分。簡体字の方がなんか日本語のさ、漢字に似てない？そうですね。だよね。近いですね。そう。だから、なんか中国語を覚えるならなんか台湾中国語の方が覚えやすそうだなってなんか勝手に思ってるんだよね。台湾中国語のがね、多分発音が日本人にとっては間違えたが少ないから楽かもしれない。そうなの？違う。なんか発音違うんだ。上海のと。発音違いますね。へえ。てかね、あれですね、中国語は、大陸の方広いんで、結局。ちょっとね、大陸って言い方すごい独特です。大陸の方広いから、北行きゃ、また別の発音してるし、場所によって全然違うんで、中でも。離れてる島じゃそれは違いますよね、みたいな気持ちになるんですけど、結構違いますね。一般的に、中国語って言うと上海の北京のが多いですね。上海。上海か北京、どっちでしょう？どっちだろうで、どっちなんでしょう？ハルビンとか行ったらまた違うってこと？じゃあ、中国語の漢字が。わかんない、僕。ちょっと、大陸の方詳しくないんで行ったことないし。台湾、そうね。僕ね、台湾しか行ったことないんで。面白。台湾行きたいな。台湾の友達さ、多いんだけどさ、行けてないんだよな。はいはい。台湾いいですよ。いい？台湾、最悪日本語喋ればなんとなく通じるんで、大体。なるほどね。そうなんだ。そう、日本人が多くて、しかも、ちょっとあれの話になりますけど、
昔植民地だった影響で、あ、そうだよね。おじいちゃんとかおばあちゃんとかの人が、日本語喋れる方が何人かいそうだよね。るので。僕の友達も。なんで、現地の人でも日本語喋れる人案外いるんで。あとなんかさ、時々ありますよ。英語で喋って、これを伝えたいのに全然理解してくんないって思ったら、君日本人って急に向こうから言われて、日本語喋れんのかいってなる時ありますよ。なるほどね。いいな、それ。いいよね。僕の親からの話です。親が言ってました。で、なんか僕の台湾の友達。VR チャットでそれができるから。何 VR チャットでそれあるから。ある？結構嬉しいですよね、単純に。結構ありますよ。結構あるそうなの日本人みたいな。まあ、日本人じゃないっていうパターンも全然ありますけど、こういうポピオコ、もっと人が多いとこで、外国人いるなって思って喋りかけてみたっけ、全然日本語大丈夫ですよ、俺って。そういう感じで。いいなぁ。結構いるんですよね。めっちゃ外国の話してたら、僕出身韓国だよとか言い出して、日本人じゃなかったってこと言われますね。そう。しょっちゅうある。うまくないみんなでだ。いや、うまい。よくありますね。本当。だって名前だって、昨日の話ですけど、早坂って名前の人がいて、普通に会話してたっけ、俺、出身がマレーシアなんだけどって言って、しかも中国語もできるしで、いや、お前日本人じゃねえんかい。しかもさ、なんだったら、いや、早坂っていうさ、チョイスが日本人だよね、完全に。早坂さん。そう。なんだったらタイピングとか名前も日本語だから日本人なんだなって思ったけど、全然中国人、韓国人、スペイン人かっているからさ、もう詐欺師だよ、みんな。なんか、八神ライトとかさ、なんか、ナルトとかっていう名前だったら、日本好きの外国人やってなるけどさ、早坂っていう名字を知ってる外国人がいるっていうことがさ。いや、ほんとそうよね。全然出身マレーシアで、中華系の、なんか、歴史的に逃げてきた中国人で、マレーシア人の子孫ですっていう話だったから。なるほどねって。中国人、じゃあ中国系の血を引いてる人ってことマレーシア人だけど。言い換えれば日系アメリカ人とか、そういう感じで中華系マレーシア人。なるほどね。なんかそういう人が多いイメージがある、東南アジアの。タイ、ラオス、マレーシア、そこら辺そう。っていうイメージがある。フロストは。多分日本語独学家だからな、その人。独学すごいな。日本来たことない、生きてって言うけど。それいる、そういう人いるよね。日本来たことないんだよねって言って、日本語ペラペラね。その人のフレンドでも、日本来たことないのに日本語の教師やってて、俺より上手いやついるよみたいな。なんで日本語勉強しようと思ったんだっていうやつらが多すぎる。何のために日本語を喋れるようになったのかっていうね。そう。なんかいますよね。活躍の場面ないのに。すっごい上手いけど、なんで、それどこで使うのって聞いたら、アニメ見る以外ないかもって言ったり、歌聞く以外ないかもっていう人結構いるんですよ。そっか、みたいな。そうか、おっていうね。そう。なんだったっけ？せっかくなら使える場所したいねってなって。でも日本語教師の人は探せてるよね、使う場所を。いや、そうですよ。ただ、合ってるかどうかっていう意味では、日本の英語教師とかでもみんなわかんないよね。ネイティブというか、しっかり旅行とかして使えるっていう自信ある人もいるだろうけど。いや、僕の中学はひどかったな、英語の先生。もう。なんかさ、留学生が来るときあるじゃん。あったんだけど、僕の学校だと。イギリスから、短期で、この学校に参加しますみたいなのがあって。で、なんか英語の授業で、イギリス人が普通にその英語の授業も参加したんだよ。僕たちと一緒に。で、なんか喋れてなかったもんね。英語の教師が。イギリス人と。そう。でも、あれですね。イギリス英語は癖強かったりするんで、場所によると。そう、僕も英語で結構ね、イギリス英語苦手な方。何言ってるか、ロンドン行った時何言ってるか分かんないこと何回かあったもん。
僕昔好きだ、もう辞めちゃった方なんですけど、うん好きだった配信者がいて、うんその人、コックニーの人で、本当に何言ってんだか分かんなかったです。ホックニーコックニー。コックニーって何？コックニーっていうのが、あ t を抜く発音の仕方をするんですよ。あ、ウォーターとかウォーラーとか言うっていう。そう、ウォーターをウォーって言うんで、あーボトルオブウォーターとかをボーウォーってあ言うんですよ。あ、何言ってんだか分かんないんですよ、本当に。わかる。聞き取れねーって思って。僕さ、コックニーって関西弁みたいな意味です。もうそん名前のな感じです。名前。へえ、そうやって呼ぶんだ。へでも、コックに、あれです。イギリスの人が言ってました。コックに俺らもわからん。え。あ、そう、だから、もう、イメージ的には、もしかすると、うん。青森あたりの方言かもしれないレベル。津軽弁そうとか、津軽弁とか。琉球弁、沖縄の琉球弁とか、そういうレベルか。ギリわからなくも、いや、わかんないわ、みたいな感じ。多分。僕、昔、ヨーロッパに留学してて、かもしれん1年間。ええ。その頃、いろんな国の人とシェアしてたんだよね、リビングとか。で、スコットランドの人がいて、で、スコットランドって、イギリスの一つの国家なんだけど、僕がそこに入った時、もう何言ってるかわからなくて、で、徐々に聞けるようになってったんだけど、僕がその留学の最終日も100%はわからなかったね。80%、9%ぐらい、90%ぐらいわかるんで、もう留学終わっちゃった。だから100%理解することなく終わったって感じ。その人が喋ってる英語を。なんか、私がいろいろ調べた感じ、そんなもんらしいっすよ。結構。英語の話ですけど。英語なんでそんなもんだって。あんまりパーフェクトでやろうとすると、継続できないから、ほどほどに頑張りましょうねってあって。で、意外と本場の人たちも100% 分かってないって聞いたんで、as とか as とか。そう。そこら辺結構無視してるみたいな。なんか、だよね。なんか、確か、ありましたよね。英語は、喋るのは簡単だけど、100% 理解するのは難しいけど、日本語は喋るの難しいけど、100% 理解するのは英語より簡単っていう。あ、そうなの？へえ、そうなんだ。らしいですよ。へえ、じゃあありがとう、慰めてくれて。いや、割といいレベルだったんじゃないですかね、それは。当時は。いや、もうね、スコットランドの英語、本当に。向こうからすればそれが本場の英語なんだけどさ、日本人習うのアメリカン・イングリッシュじゃん。そうですね。だからさ、ちょっと難しかったよね。まあでも面白いよね。英語ってさ、場所によって全然違うっていうか、なんか僕の授業であったのは、なんかインド人、違うか、あれは違うな。フランス人だから英語圏の人じゃないや。でもなんかね、インド人が喋ってることとか、イギリス人とかアメリカ人全然わかんないし、みたいな。おい、何言ってんだよみたいな、授業中とかを。ちなみに、あれらしいですよ。日本人が一番聞き取りやすいのは多分、ドイツって言ってました。めっちゃ聞きやすい。聞きやすい。ドイツは、元のドイツ言語が、一単語一単語ちゃんと発音するから、英語になった時もちゃんと発音するっけ分かりやすい。ドイツ人、オランダ人、あと北欧のデンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドあたりの人たちの英語は聞きやすい。けど、うちのお父さんが言ってました。やっぱ、じゃあ、本当だったんだな。聞きやすいなと思ってたんだよね。やっぱみんな思うんだ。逆にフランス人、スペイン人、イタリア人の英語はちょっと申し訳ないんだけど、聞き取りづらい。フランス人に関しては結構あれですからね、フランス語自体が、なんか、ススススって結構発音のアクセントじゃねえや、強弱が薄い言語ですからね。英語も多分そうなっちゃうんでしょ。そうそう。フランス語のアクセントを英語に持ち込んで話してる人が一定数いらっしゃる。英語、もちろんすごいアメリカ英語みたいな英語を話す方もいらっしゃるんだけど、だからフレンチアクセントって英語で言うときに、
なんか、フォンセアクソンっていう人がいるっていうか、そのままフランス語や、みたい何言ってんだかわかな。らんみたいな。そう。なんか授業中に一番聞き取りづらかったのはフランス人の英語だったな。しかも、早いんだよね、フランス人の英語って。フランスなまりでめっちゃ高速の英語。なるほど。英語はめちゃめちゃうまいからさ、ライティングとリーディングって日本人よりすごい得意だから、早いし、英語力すごい高いんだけど、話してる言葉は僕にとってはちょっと難しい。早いし、フランスアクセント。なんか、台湾人、うん。いいよ。言語ですごいなって思ったの、中学の頃の ALT でしたっけの先生が、卒業した生徒も全部、しかも5つぐらい学校一緒に、5つぐらいで働いてたんですけど、全校の生徒、なんだったら先生の子供の名前まで全部覚えてて、ほう。すごいなって思いました。先生ってそういうもんなのかな？なんか。しかも、日本人じゃなくてアメリカ人だったから、確かに。多言語の、しかも、そう。自分の生徒どころか、一緒に働いてる同僚の子供の名前まで覚えてる。さすがだなと思って。それ、頭の作り違うでしょ。なんかもう、すごいなって思いましたね。なんか、めちゃめちゃ日本語の発音綺麗とかっていうわけでもないんですけど、本当に覚える能力が高いんだなって思いましたね。あと、学習しようとする意志が多分強いんだな。マジ。それ、なんかさ、思うじゃん。なんか、あの先生、僕の名前、僕と会ったら僕のことまだ覚えてるのかなって、なんかふとさ、思ったりするんだよね。なんか普通に生きてて。意外と覚えてるもんなんかな？なんか先生って。学校の先生とか、幼稚園の先生って。クソガキだったら覚えてんじゃない？目立ってたら覚えてる。問題児だったら。クソガキ、目立ってはなかったな。絶対に。僕な、クラスメイトより先生と話してたたちの人だから。絶対覚えられてるわ、それ。案外覚えられてるかもしれない。そう、覚えられてるわ、それ。フロストクソガキでしょ、どうせ。いや、全然クソガキじゃないよ。でも不登校というか、学校行ってないっていう意味ではクソガキだったかもしれない。マジ？元不登校？それ中学校の頃の出席日数多分総合して3分の1くらいしか出席してないと思う、多分。授業とか。それさ。僕3分の1も出席してないと思う。はい。ヨナちゃんの勝ち。仲間だ。ヨナちゃん仲間だ。僕授業は出てないから、本当に授業出てない。でもさ、学校は毎日行ってたけど、授業は出てない。学校ない保健室？そういう感じ？保健室どこ行ったの？保健室とか、放課後行ったりとかしてた。で、放課後に行く？部活だけ？部活だけ行ったりとかもしてた。部活の日とかは先生と教室行って軽く話して、勉強軽く教えてもらったりとかしたり、あと普通にプリントだけ取りに行ったりとかしてたんで。じゃあ部活は興味あったの？結構。なんか普通に。部活は人間関係が、もう、本当に仲いい子しかいなかったのと、少人数だったのと、そうね。があって、行きやすかった。そうなんだ。あと、部活、もともと、あれなんですよ。結構、なんて言ったらいいでしょう。なんだっけ、支援学級ってあるじゃないですか。あのクラスの子がよく来る部活で、保健室の先生が担当の先生だった。なるほどね。そういうのもあって、入りやすくて、よく行ってましたね。何やる部活？なんかね、学校特定されるから名前は言えないんだけど、結構何でも言う。何でもやる。部活？人数少なすぎて、何やってもいいみたいな。文化部が、分けると足りないから、パソコン部と、メインはパソコンと美術掛け合わせたよね。楽しそう、それやりたいわ。パソコンと美術とか。それこそマジで VR チャット民好きそうだ、その部活。そうですね。めっちゃ向いてそう。向いてそう。向いちゃい。ただただ絵描いてる人もいれば、なんか、あんまいなかったけど、一応何か布縫ったりとかしてもよかったし。じゃあ放課後とか保健室行ってそこで勉強教えてくれんの？
いや、教室で教えてくれてましたね、担任の先生ああ、放課後とか行ってが。はい。担任の先生日によって大変だね。なんか、大変だと思います。だからその放課後以外の時間大勢に教えて、不登校じゃない子に教えて、でも、勉強教えてもらったのはあんまり多くはないかな。あ、そうなの自習が多めそう、ほとんど自分でやって分かんないとこだけ聞くみたいな感じです。ああ、なんか、頭いいな。そう、なんか、あれだね、なんか、いいね。それ、不登校じゃない人もそうあるべきじゃないなんか、なんかよくわかんないけど。まあ、普通に、普通に学校行ってる子が授業で分かんないとこ聞くぐらいの感じの聞くことしかやってない。ああ、そうなんだ。へえ。あとは軽く雑談してプリント持って帰るだけだったんで、ほぼほぼ。じゃあ僕さ、不登校の時期なかったんだけど、一つ気になるのが、そう3分の1とかの出席日数とかで一応、義務教育は終えれんの一応、通ったら。義務教育は、通えば終わります。うん。小中学校は、なんだったら行かなくても、卒業自体はできるから。あ、そうなんだ。日本の法律でいいのかな確か。は、小中学校絶対受けなさいってあるけども、卒業も実質強制的にできるから、行かなくてもっていう。あ、そうなんだ。じゃあ一応在籍してればいいみたいな感じか。そう、在籍を6年間と3年間してれば OK です。あ、そうなんだ。へえ。じゃあ、なんか、行かなくてもいいよね。なんか、まあ、行かなくてもいい。まあ、そっか。まあ、社会経験とか、人とのコミュニケーションの練習とかっていう面ではまあ、いいのか。行った方がいい、ね。行った方が。おお。実際、まあ、やっぱ。僕は不登校でしたけど、行った方がいいと思うよって言ってる人。やっぱ勉強するしないも自由ではあるけど、やっぱ後悔してるし、今。勉強した方がいいけど、勉強は最悪人のペースによるから、学校はもうそこないから、ペースが。なんか、インフルエンサーとかがさ、学校なんて行かなくていいとか言うじゃん。学校は、まあ、行かなくてもいいけど、行った方がいい。ああ、なるほどね。ベタ。行った方がいい。行かなきゃダメとは言わない。ただ、行った方がいいよっていう。ああ。まあ、行っても辛いだけっていう人もやっぱいるからね。すげえ。それで自殺しようとした子もいましたからね、僕の周りには。意見一致する。意見一致してるわ、完全に。なんだね。自分がしんどくならない程度で頑張ってればいいんじゃないかな。そうね。人によって頑張るって度合いが違うし、だから頑張ってねえと思われても自分で頑張ってるならそれでいいと思ってるし。まあ、それであと自分が生きていくのになんか力、スキル磨く時間とか確保できるんだったらそれはそれで全然悪いことじゃないし。あとあれかな高卒くらいはもっとっとけば日本はある程度生きていけるはずだから。そこを受験とかして卒業できるまでの苦労できればだよね。最低限は。高校もね、通信じゃ受験そんなに難しくないところが多いですし。受験が受験になってないとこありますし。なるほどね。まあ、高校はあれか。受験が、実力どれくらいあるかなのテストにしかなってないとこある。高校はあれだよね。どれくらいなんだね、オッケーって言われる。高校は高卒認定試験受けなきゃいけないよね。あれ。そう。ちょっとハードル上がるよね。その卒業のあれを取ろうと思ったらさ。いや、通信ってめっちゃ優しくて、高卒資格取らせるためにやるんで、テストの前に、結構な学校は、ほぼほぼここの問題全部解けたら余裕でクリアできるっていう問題を出してくれるんですよ。だから、いわゆるテスト予想問題みたいなのを、ほぼ9割で合ってるみたいなものを出してくれるんですよ。9割とか6割とか。だから合格点余裕で取れるみたいなのを出してくれる学校が多くて、なんで、それさえできるようになってれば簡単にいけちゃうっていうところが多いですね。通信は。なるほど。めっちゃ興味深い。ありがとう、僕が。二人、どっちかでマイノリティなのに、めっちゃ二人で詳しく説明してくれて。いや、全然。ちょっとさ、一旦。ちょっと今。ごめん、録画さ。いや、ごめんなさい。ちょっと、ごめんなさい。ちょっと聞きたいんだけど、二郎さん、あれ、日本人じゃないよ、一応。日本人気になっちゃった、ずっと。日本人だよ、日本人。オッケーオッケー。ごめん、日本語下手でごめん。歴史的には、なんだろう。日本人なんだけど、
なんか違うとこいた人なのかなみたいなのとかちょっと思ってたから。あ、いや、もうほんと1年だけ、1年だけ。1年だけいなかっただけ。うんうんうん。もうほぼ日本の人生。うん。オッケーオッケーオッケー。これちょっとさ、録画一瞬切ってきていい ?2、3分。録画今録画してんだよ。あれ。YouTube の。あ、いや、聞いてる聞いてる。うん。そういうことか。1回の動画のあれが切れそうってこと？切れそうっていうかもう、そう、切ろうかなと。普通に切って、容量っていうか切って、録画しないで話そうかなみたいな。オッケーオッケーオッケー。どうぞ。大丈夫？一旦2、3分抜けるけど大丈夫？まだ時間。どうぞ。See ya。はい、皆さん、いかがだったでしょうか？今回もね、本当に面白い人と話すことができて満足してます。次回、これからもね、このような動画たくさん撮っていきたいと思うので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。それではこれで終わります。バイバーイ。